ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、SnowMan ブレイクアウトライブパフォーマンスビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、SnowMan のブレイクアウトなんですけど、以前リアクション動画という形でですね、ミュージックビデオの方をですね、取り上げさせていただきました。ただ今回はですね、ライブ映像。以前からですね、スノタンの皆様から SnowMan のライブはやばいから絶対に見てっていうコメントをですね、たくさんいただいておりました。それでですね、今回の撮影に至ったわけですけれども、いや本当にやばかったですね。すごい歌声のオンパレードですし、やっぱりね、ライブっていうことで、普段よりも歌声にこう熱が入っているというか、パフォーマンスに熱が入っているというか、そういった空気感を感じてですね、めちゃくちゃテンションがですね、上がってしまいました。本当に素晴らしい歌声だったと思います。そういった部分をですね、どこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SnowMan ブレイクアウトライブパフォーマンスビデオ歌声分析 GO！ うわー、相変わらずすごい人で、やっぱイントロかっこいいなー。いやー、このじわじわこう盛り上がってくる感じがブレイクアウトはたまらないですよね。こちらの動画を見てくれたスノタンの皆様の中で、この会場に行けた方っていますか？ぜひコメントで生スノーマンの生ブレイクアウトどうだったかコメントで教えていただけたらなというふうに思います。もうこの段階でめちゃくちゃかっこいいですよね。いきますよ。スノーマン登場してきました。うわ、かっこいいかっこいい。で、こっからラウールさんが歌うんですけど、いやー今ね、テンションマックスだったので、もう歌い出しの前でちょっと落ち着かないと、冷静に分析ができないので、一回止めました。いきますよ。うわ、かっこいいね。やっぱミュージックビデオは、ミュージックビデオでかっこいいんですけど、やっぱライブ独特のノリありますよね。うっすらですね、シャウトボイスが入っている箇所があるんですよね。次から、みたいなニュアンスが出ていたかな？場所ね、間違ってたら申し訳ないんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、次から次、でしたね。の部分がシャウトボイスが一瞬入ってました。僕今ちょっとやりすぎな感じでビリビリさせすぎちゃったんですけど、この一瞬入ってくるシャウトボイスがたまらないですよね。いやー、かっこいいですね。次いきますよ。このパンクでカンビナ。こんな感じの体の使い方かなというふうに思うんですけど、今、佐久間さんのポイント、どういうふうな声の出し方をしたかというと、口の奥、口腔共鳴ですよね。口の奥をちょっとだけあくびのように広げて、その声をですね、鼻に入れたんですよね。で、毎回歌声分析動画の最初に説明するワードがあるんですけど、歌では3つの声を響かせる代表的なポイントがあります。声の太さだったり、声の厚さを表現する肺の中、胸腔共鳴。そして声量を大きくしたり、言葉の輪郭をはっきりさせるための口の中、口腔共鳴。そして声の音色だったり、高い声を出すためのアプローチをかけるための鼻の中、鼻腔共鳴。この3つのですね、声の響きをどういう風にブレンドするかによって声質のおおよそが決まってくるんですけど、佐久間さんの歌声はですね、口の中、口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴。この2つがメインで作られた歌声です。もう一回聞いてみましょう。さっき口の奥を広げてって言ってたんですけど、喉の空間もですね、広げていますね。パンクでカンビナ。
みたいな、こっちの声質のニュアンスの方が、佐久間さんの声にちょっとだけ近づいたかなっていうふうに思うんですけど、歌を歌う上で喉の空間を広げるってすごくいいことなんですよ。喉にかかる負担がものすごく減りますし、空間が広がった分、声の響きがですね、増幅してくるんですよね。なので、小さい声を出しても大きい声になって出ていくというか、そういった効果があります。次いきますよ。やっぱりラウールさんの声全体的にシャウトボイス使ってますよね。そしてラウールさんの声の出し方はですね、さっき言った3つの声を響かせるポイントのですね、バランスがすごくいいですね。バランスがいいんですけど、少しだけ鼻の成分が多いような感じの声です。鼻の響きが多くなるとですね、声に甘さだったり、キラキラした成分がですね、混ざってくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。それプラス、後半はですね、息の音が歌声に混ざった、ウィスパーボイスっていうテクニックを使ってますね。ため息をつきながら歌うようなテクニックなんですけど、この短い時間でですね、ラウールさん、いろんな声使ってますね。次いきますよ。セクシーですね。僕の中で岩本さんの歌声はですね、ザ・セクシーなんですよ。すごく色っぽいし、声も男らしくてかっこいいしね。で、岩本さんの歌声成分はですね、胸の響き、胸腔共鳴がメインになってるんですけど、今のポイントはですね、胸腔共鳴の声の響きプラス鼻腔共鳴、要は鼻の響きでですね、セクシーさを表現してるんですよね。もう一回聞いてみましょう。この裏声がね、すごくセクシーですよね。で、裏声って、運んで、こういう感じでふわっとした雰囲気に裏声ってなりがちなんですけど、岩本さんの裏声はですね、しっかり胸の響きを使ってるので、すごく安定した裏声になってるんですよね。運んで、こんな感じかな。すごく岩本さんの裏声は難しい出し方なので、再現は難しいんですけど、めちゃくちゃすごい裏声です。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。最初の地声のところもすごく歌声が艶っぽいしね。で、岩本さんのマスク、そっか、鼻の手術をした後だからマスクしてんのかな？いや、でもすごいですよね。手術してからまだそんなに時間が経ってないのに、ライブのステージに上がってるっていうね、尊敬します。次いきますよ。そうそうそう、このね、ラップがね、歌を歌ってる時のセクシーさとは打って変わってゴリゴリのかっこいい系なんですよね。ここの部分はですね、もう胸腔共鳴と口腔共鳴、この2つですね。岩本さん結構ラップの時は胸腔共鳴と口腔共鳴で、歌メロディーを歌う時は鼻腔の要素を強めに出すっていう傾向があるような気がします。もう一回聞いてみましょう。そして、すごくノリが前面に出ているじゃないですか。これはですね、ラップを歌っている時に全体的に音を短く切るテクニック、スタッカートを使ってるんですね。スタッカートを使うことによって、アクセントって言われる強い音の部分が生まれてくるんですよ。このアクセントがあると、ラップのリズム的な部分が強調されて、すごいかっこいいノリが出てくるんですよね。素晴らしい。次行きますよ。やっぱりね、目黒さんのこの喉の奥がガッと開いて、綺麗な成分が出ている歌声、最高に美しいですよね。譲れないものは願い。こんな感じの体の使い方で歌ってるんじゃないかなって思うんですけど、喉の奥を広げることによって、こういう声が出ます。で、この声を鼻に入れるんですよね。そうすると、譲れないこういう声質になります。多分目黒さんこうやって歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。歌詞ちょっと間違ってましたね。譲れないものは願い。こんな感じか。この声の出し方なんですけど、オペラとかクラシックのですね、発声方法がちょっと入ってきてるんですよね。で、歌を歌う上で、
基礎的な部分が重要になってくるジャンルっていうのはクラシックとかオペラなんですよね。何が言いたいかっていうと、目黒さんの歌声って歌を歌う上での基礎的な部分のレベルがめちゃくちゃ高いんですよ。だからこの声の美しさだったり歌声の安定感につながってるんですよね。次いきますよ。ああ、いいね。最後の笑顔が素敵ですね。オーライのところね。で、鼻腔の使い方はですね、クラシックとかオペラじゃなくて、ポピュラーミュージックって言われる、ビルボードとかオリコンとかに入ってくるようなジャンルの楽曲の鼻の使い方なんですよね。なので、クラシックオペラのいいところと、ポピュラーミュージックのいいところを、目黒さんなりに融合させて作り上げた歌声なんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。いやー、めちゃくちゃいい声ですよね。こっそり目黒さんの声の出し方練習しようと思います。次いきますよ。うわ綺麗な声ですよね。やっぱり佐久間さんの声ね。なななな。いや、難しいな。やっぱりね、佐久間さんの歌声。で、佐久間さんの歌声はですね、音域が高い音域になってくると、鼻の中の鼻腔共鳴中心になって、それプラスですね、頭を響かせる声の出し方、ヘッドボイスっていうテクニックも使っています。で、鼻だったり頭の響きっていうのは声のキラキラした成分を出すようなポイントなので、だから佐久間さんの声ってめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ヘッドボイスを使った裏声、どんな感じの声質かっていうと、この高いところがヘッドボイスで、音が下がったところはヘッドボイス使ってない裏声です。だいぶ音質に差があると思うんですけど、動画でね、それが伝わるかどうかっていうのはちょっとね、自信がないところではありますが、佐久間さんの歌声もう一回聞いてみましょう。このね、最後の地声のところはパワフルでかっこいいしね。で、この中高音域あたりがですね、A メロの時に言った口の奥から喉の奥にかけてをこう広げて作った声質ですよね。なので、高音の体の使い方と中音域、中高音域、この辺の体の使い方が多少変わってくるのかなっていう歌い方ですね。次いきますよ。やっぱサビのね、このゴリゴリした感じめちゃくちゃかっこいいですよね。いやー、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。いいなぁ。これ生で見たいですね。でもかなり競争率激しいんですよね。先日コメントで教えていただいたんですけど、5年目にしてようやくライブ見に行けましたみたいなコメントをですね、いただきまして、やっぱりすごい競争率が高いんだなっていうふうに思いました。それだけね、たくさんの人から支持されてる SnowMan、素晴らしいですね。次行きますよ。いやー、たまらないね。いや、9人で歌ってるのに、この歌声の透明感、すごいですね。これだけの人数で歌ってると、音程の若干のブレだったり、リズムの若干のズレっていうのが、癖的な部分で出てきてもおかしくないんですけど、一糸乱れずみたいな感じの、すごくまとまった歌声です。だからこそ出てくるこの歌声のパワー感なんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら、ほら。この高音の部分の歌声の鋭さとか半端ないですよね。いやー、かっこいい。次いきますよ。あのね、高いスノーマンの楽曲は、守り抜く絶対に高い。僕は今ここでどんな声を使ったかっていうと、ミックスボイスっていう声を使いました。おそらく SnowMan のメンバーも全員ここの部分はミックスボイスを使ってると思います。どんな声かっていうと、地声と裏声の中間の声で、地声の張り感がキープされた裏声なんですよね。僕が出してる感覚。で、ミックスボイスって結構感覚的な部分が非常に強くて、人によって説明の仕方変わってくる歌声かなっていうふうに思います。人によっては楽に出せる
高い地声とかいう人もいますし、僕みたいに裏声がベースとなって地声のような張り感が出てくる歌声っていう人もいますし、ただいずれにしろめちゃくちゃコントロールの難しい声の出し方なんですよね。その部分注目して聞いてみましょう。来るよ。ここ。守り抜く絶対にのところがミックスボイスでした。いや、全員できるんですもんね。僕ミックスボイス出せるようになるまで6年かかったんですよ。それぐらい僕にとっては難しいテクニックなんですけど、いやー、スノーマンすごいですね。次いきますよ。ここはね、荒々しい佐久間さんのシャウトボイスからラウールさんのシャウトボイスにつながっためちゃくちゃかっこいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱね、ラウールさんって言ったらシャウトボイスかなっていう風なイメージが僕は強くて、で、佐久間さんの歌声ってめちゃくちゃ綺麗だなっていうイメージだったんですけど、ここの部分でね、あの綺麗な歌声にビリビリした質感が乗ってきて、これもかっこいいですね。で、シャウトボイスの豆知識なんですけど、声を鼻に入れる感じで歌うとですね、ビリビリ感が強調されるんですよね。例えば普通にシャウトをすると、この声を鼻に入れると、このビリビリ感が強調されましたよね。で、高音になればなるほどシャウト感ってビリビリした部分が薄くなっていくので、高いシャウトこそ鼻に入れるっていう声の出し方が重要になってきます。次いきますよ。いいね。いいね。やっぱ安倍さんの声優しくて好きだな。ララ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 みたいな感じの声の出し方かなっていうふうに思うんですけど、安倍さんの声の出し方、どういうふうに出してるかっていうと、胸の声をですね、支えにして鼻に入れてるんですよね。ララ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 ラみたいな。で、声を出す方向が結構キーポイントになってくるんですけど、声をですね、斜め45度上みたいなイメージで出すと、安倍さんの歌声の雰囲気に近づいていくかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。運命の糸綱渡りや、みたいな。こんな感じかな。僕がやると、こういった感じになるんですけど、すごく安倍さんの声、聞いていてほっとしますよね。胸の響きの安定感が素晴らしいんですよね。胸の響きがしっかりしてくると、聞いていてほっとする声になってくるんですよ。そこにですね、鼻で作られた甘い成分が入ってきて、すごく癒し効果が抜群な歌声っていう感じですよね。次いきますよ。かっこいい深澤さん。で、深澤さんの歌声もですね、僕は個人的に聴いていてホッとする系統の歌声だなっていうふうに思うんですけど、深澤さんの声の出し方はですね、口の中の口腔共鳴、こちらがメインになってるんですよね。普段の話し声の声質成分をうまく歌に応用している歌声というか、もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。で、全体的に子音をですね、少し強めに出して、言葉の輪郭をですね、さらにはっきりさせているような歌い方ですね。次いきますよ。いいね。向井さんが上を歌って、低音部分を安倍さんが歌うっていうね。で、向井さんの高音、もう切れ味が鋭すぎません？めちゃくちゃかっこいいですよね。空気をズバッと切り裂くような鋭さある歌声かなっていうふうに思います。この声はですね、ミックスボイスを使っていて、で、声を出す方向を真正面にしてるんですよね。で、声っていうのは前に向かって出すイメージを持って歌うと強い声になりますし、それとは逆に後ろに弾く感じで歌うと柔らかくて優しい声になるんですけど、歌声の力強さ全開っていう向井さんの歌声、そして低音部分を歌っている安倍さんの声はですね、胸の響きをしっかりと使って安定感がものすごく溢れた歌声。この組み合わせ最高にかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。いい。すごくいいですね。で、この部分なんですけど、歌声以外に
リズムのアクセントの位置も2人でぴったり揃ってるんですよ。だからこそ生まれるこの歌声の魅力なんですよね。素晴らしいポイントです。次いきますよ。伊達様のリズム感半端ないですね。伊達様もこの部分、子音をかなり強く発音してるんですけど、その発音の強さで、今のリズムのかっこいいノリを表現してるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。後半とか特に子音の強さをこう感じ取れた部分いっぱいあったと思うんですけど、いや、伊達様歌声も素晴らしいですけど、ラップもかっこいいですね。いいね。渡辺さんのね、やっぱ安定感が半端なさすぎますよね。素晴らしい。渡辺さんの歌声はですね、胸が中心となって、その声を少しだけ鼻に入れてるんですよね。で、口の中の響きはあまり使ってないイメージですね。声全体を10とすると、7対1対3。こんな感じかな。譲れないものは願いみたいな。ちょっとね、ニュアンスが、渡辺さんみたいにね、うまく僕は歌えないですけど、声の成分のバランス的にはこんな感じなんじゃないかなって推測します。もう一回聞いてみましょう。込めたのこのたの発音もかっこいいしね。渡辺さんの歌声はかっこいい要素がめちゃくちゃ詰まってるんですよね。発音の仕方もかっこいい。声の出し方もかっこいい。そして全体的に使っているしゃくりっていうテクニックがあるんですけど、これもね、渡辺さんのかっこいい魅力を増幅させるためのテクニックなんですよね。もう本当にザ・かっこいい歌声。渡辺さんって感じです。次いきますよ。最後の音をね、崩したところまでかっこいいですよね。で、こう、じわ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 声質が強くなっていくっていう、この流れ、最高すぎませんか？もう一回聞いてみましょう。ほら。ライヤーみたいな。発音かっこいいね。いやー、魅力が多すぎて、まだ半分なんですよ。次いきますよ。いいね。いい向井さんの歌声。裏声がね、ちょっとこのかすれてる感じがすごく色っぽいですよね。で、最後のワンフレーズで強い地声を持ってくる。この流れかっこいい。もう一回聞いてみましょう。いいね。ほら、守るからっていう言葉のところで強い地声が来る。すごくメッセージ性が強いですよね。うわぁ。最高ですね。やっぱりね、コメントで、SnowMan はライブでこそ本領発揮するから、ぜひ歌声解説をみたいなコメント、めちゃくちゃたくさんいただいていたんですよね。本当でしたね。ライブ映像めちゃくちゃかっこいい。先日公開した歌声分析動画、SnowMan SBY。この時もライブ映像めちゃくちゃかっこいいなっていう風に思ったんですけど、こういうゴリゴリ系の曲だと、なお一層かっこいい部分が際立って、たまらなくかっこいいですよね。今ね、この短時間でかっこいいしか言ってないような気がするんですけど、スノタンの皆様、SnowManのかっこいいところを教えていただいてありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。次行きますよ。やっぱこのサビ前のダダッダダッダダッ、ここがね、いいですよね。で、一瞬無音になるじゃないですか。ここブレイクって言うんですけど、ブレイクがあってからのサビの入りの爆発力。ここがたまらなく好きですね、僕。もう一回聞いてみましょう。ほらー。いや、いいですよね。一度でいいからSnowManのライブ行ってみたいですね。次行きますよ。やっぱり高いですよね。なーここの音。やばいな。もう一回聞いてみましょう。来るよ。ほら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 。超高い。まずSnowManの歌をカラオケで歌う場合はですね、音域を広げるトレーニングをやってからじゃないと歌えないですよね。
なので男性で SnowMan の曲を元気で歌う場合はですね、必須テクニック、ミックスボイスってなってくるんですよ。もう非常にハードルが高いですよね。でもミックスボイスを練習するんだったら SnowMan の楽曲が一番いいかもしれないですね。逆に女性の皆様は多分 SnowMan の楽曲歌いやすいと思うんですよ。あ、でも A メロとか B メロが低いからそこが逆にあれか。なかなか歌えないなってなっちゃうか。いや、それぐらい SnowMan の楽曲って音域広いですからね。ここまで広い音域使ってるボーイズグループもなかなかいないですよね。すごいです。次行きますよ。ここも好き。Ready, breaking, let me fly! この fly の言い方がですね、かっこいいですよね。そして今、歌ってみたんですけど、入りの音から最後のフライのこの音の上昇感がすごいですね。ものすごく広い音域を使っている。やっぱりね、SnowMan の楽曲、細かく分析すると、ものすごく難しいフレーズが多いんですよね。いやー、これをね、かっこよく歌えるようになるには相当努力してると思いますよ。もう一回聞いてみましょう。あ、いいね。渡辺さんのかっこいい音の上昇から、向井さんのね、優しいハスキーな歌声で落ち着くっていう流れ、最高ですね。次行きますよ。あ、かっこいい。そっか、そうだね。そうだそうだ。ダンスブレイクがあるんですね。僕ダンスあんま詳しくないですけど、SnowMan のかっこいい姿見ていきたいんで、見ていきますね。いきますよ。かっこいい。あ、いいねいいね。今のね、ライトがこうパッパッパッパっていうのを照明専門用語でストロボって言うんですよね。なので皆さん今後、SnowMan のライブでライトがパッパッパッパっていうシーンがあったらですね、あ、ストロボだっていう風に覚えていただけたらなという風に思います。次行きますよ。いいね。うわー、セクシーだね、ラウールさんね。さすがパリコレモデルですよね。そして歌声もすごく甘くてセクシーな雰囲気が出ていたと思います。鼻の成分がですね、ここの部分は多めに使ってる歌声なんですよね。もう一回聞いてみましょう。鼻の成分多めっていうのと、あと各フレーズが大きく分けると2つあったと思うんですけど、ラララララこうね、投げ捨てるようなテクニック。これフォールって言うんですけど、ここがセクシーな雰囲気をさらにこうね、増幅させてるポイントかなっていうふうに思います。次行きますよ。あ、いや、すごいね。もうかっこいいが立て続けに来ますね。もう気が抜けない。いい意味でね。まず、岩本さんの声からいきましょう。岩本さんの声はですね、さっき、ラップの時は胸腔がメイン。で、歌のメロディーの時は、胸腔と鼻っていう風な説明の仕方をしたと思うんですけど、今回の声、どちらの声をチョイスしてるかっていうと、胸腔がメインの声です。で、声を出す方向は前方向で、強い歌声を表現していますよね。もう一回聞いてみましょう。一回ここで止めますね。ララララララみたいな。もうちょっと曲の響きが強かったかな、岩本さんの声は。で、全体的にスタッカートでゴリゴリ感をさらに表現してるっていう感じの歌声だと思います。じゃ次、渡辺さんパート行ってみましょう。やばいね。この歌声がもう爆発してるかのような迫力感じますよね。口をかなり開けてるじゃないですか。口を大きく開けることによって声の響きが普段よりも多く外の空気に伝わるんですよね。メガホンを想像してみてください、皆さん。口にこう当てる部分よりも出口の方が広がってますよね。これって声の響きをですね、ここから外の空気に伝えるよりも、メガホンの先端から外の空気に伝えた方が声の響きが増幅するっていう原理なんですよ。で、渡辺さんここで口を大きく広げることによって、そのメガホンの原理を歌に応用しているような状態です。プラス、腹筋の力をですね、めちゃくちゃ使った力強い歌声。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。もうこのワンフレーズでのインパクトが素晴らしすぎますよね。じゃあ次、ラスサビかな？行きましょう。あ、かっこいい。あ、
なるほどね。あ、これちょっとごめんなさい。字幕が入ってて見えにくいかもしれないんですけど、今、佐久間さんがですね、下ペロしてるんですよ。気になる方はぜひ概要欄の URL から飛んで2分28秒のシーンです。ぜひね、確認してください。めちゃくちゃ可愛いですよ。次行きますね。ウェイかっこいいね。みんなこう振り付けがなくなってメンバー一人一人がこう自由に動いてるみたいな感じかな。で、ステージを広く使ってね。いや、こういうシーンかっこいいですよね。振り付けは振り付けでもちろんめちゃくちゃかっこいいんですけど、なんかこうね、解放されたみたいな魅力がありますよね。次行きますよ。深澤さん。かっこいい。いやー、なんか普段とは違った魅力がね、かっこよさがありますよね。ライブっていうのは。次行きますよ。安部さん。ラウルさん。わー、かっこいい。ブレーキブレーキこのね、一番強いシャウトボイスをラウルさん最後に持ってきましたよね。超かっこいい。もう最後はかっこいいがさらに続きますね。いきますよ。いいね、ダツ様。目黒さん、ほら。またね、ごめんなさいね。見えにくいですけど、目黒さんが素敵なね、スマイルを披露してくれています。あと6秒あるので見ていきましょうかね。ここで終わりっぽいんですけど、ラウルさんの、最後のシャウトでしたね。いやー、テンション上がりすぎて汗だくです。以上、SnowMan ブレイクアウトライブパフォーマンスビデオ歌声分析はここで終了です。いやー、やっぱり SnowMan のゴリゴリ系の楽曲のライブ映像はやばいですね。本当にかっこよかったです。で、基本僕はこうやって歌声分析動画を撮影するとき、実はここにね、見えないんですけど、パソコンがあって、これで映像と音を確認しながらやってるんですよ。でもこの今回の SnowMan のブレイクアウトのライブ映像、でっかい画面で見たいなって思います。実はうちにはですね、60型のでっかいテレビがあって、なんか勢いで買っちゃったんですよね。でっかいテレビの方が迫力が伝わるから、テレビなんてでっかければでかい方がいいでしょと思って買っちゃったんですよ。それが今回初めて生きるかもしれないですね。SnowMan のこのブレイクアウトのライブ映像をでっかい画面でいい音質で個人的に後で楽しもうか、そういう風にね思ってしまうぐらい素晴らしいライブ映像でした。で、今回ブレイクアウトのライブ映像の歌声分析動画撮影しようかどうか結構迷ったんですよね。以前ミュージックビデオの歌声分析動画ではなくてリアクション動画っていう形で動画公開をしたので、そこでライブ映像の歌声分析動画公開するの、スノタンの皆様的にちょっとくどいかなって心配になってですね、悩んだんですけど、でもスノタンの皆様がスノーマンのライブ映像めちゃくちゃやばいから絶対見てみたいなねコメントすごいたくさんいただいたので、今回撮影に挑んだらですね、いや大正解でしたね。めちゃくちゃかっこいい。これもスノタンの皆様がライブ映像をおすすめしてくれなかったら今回の撮影に至っていないので、本当にありがとうございます。また一つ SnowMan の魅力を知ることができました。今後も SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。